漫画が覚醒したって感じた瞬間、その話の前後で明らかに面白さや作風が変わったって瞬間を教えてほしい。画像は武装錬金の国士の長。ルロケンですでにベテランだった和月先生だけどこの1話を境に一気に弾けた。和月漫画はガチでこの話の前と後で別人かってくらい作風変わってる。個人的には今の方が好き。矢吹先生の評価がひっくり返った。トラブル。新肉はちょうどアニメにもなったここで一気に界隈の空気が変わった気がする。坂本デイズ。ここまで一気にバトル一本に舵切って読者側も読み方変わったと思う。鬼滅の刃のナタグモ山。特にこの回から厨房裁判。無限列車と加速的に面白くなって今まさに漫画家としての成長曲線の角度がやべえことになってるって思ったな。1話から追っかけてたけど無限列車編は明確に人気のボルテージが上がったと感じた。呪術廻戦東堂の存在しない記憶。なんかアクセル踏むどころかジェットエンジンが点火した。アラバスタ編の仲間の印。ワンピはもともと人気あったけどここら辺で他とは一線を画したと思ったな。茜話の唐苦杯でのジュゲムからの一生の評価。お互いいい作画と原作に巡り合えてよかったなって気持ちになった。百花野は花園家のあたりで一気に弾けたイメージだわ。弾けたのはそのあたりだけどきっちり読者を掴んだのはやっぱしずちゃん登場の回だったと思う。ベルセルクの黄金時代編かな。主人公の内面を描くことにシフトした感じがあった。黄金時代から加速的に面白くなるのはそうだが個人的に覚醒は欲望の守護天使編のラストだと思う。ガッツの本心が今にも泣きそうな1コマで明かされるって落とし方が明確に化けた感あった。先生自身も気づいたそうだけど彼岸島の姫が出てくるあたり、クリーチャーの方向性が決まったらしい。グリーンキーパー本格登場から流れ変わったよねってのはよく言われる。戦隊大失格。このあたりからバトル作画も露骨に良くなっていったし。悠々白書のトグロチーム戦くらいから富樫は変わった感じする。その前からちょこちょこ出てたけど少年漫画の王道バトル展開に収まらない感じになってきたよね。ワンパンマン、無面ライダーが立ち上がるところからかな。ただのギャグ漫画ではないと思った。この辺りから話題に上がることが増えた気がする。福島徹底短編集、アマリリス。福島先生はこの読み切りを境にいろいろ弾けたイメージ。かぐや様は花火の音は聞こえないが引き出しがギャグだけじゃねえなって感じたな。遊戯王、初期の雰囲気も好きだったけど、王国編入ったあたりで明らかにギアかかってきたと思う。ハンターはグリードアイランド編から、富樫が本当に書きたいことを書き始めた印象。富樫流が炸裂した感はあるな。レベル E にも通じるというか。銀玉紅桜編。アニメの再構成と実写で2回映画をやったのも頷ける出来の良さ。まあ映画は尺がちょうどいいのもあるだろうけど当時作品の転機と感じた。ジョジョの臨毛線。新しい連載で手探りだったのがここから一気にギア入った感がある。覚醒したというよりは読者を一気に引き込んだシーンかもしれないが、このカラーでの主人公の挽回のお披露目は当時盛り上がりすごかっただろうな。流れ変わったなって思ったのはやっぱりこれ。嘘食い。クロスボーンランダム続編。あんなに綺麗に終わったのにこれ以上は打足でしょ。からの、カブラバチはちょっと選べないな。バチバチに決まってる構図が多すぎる。成長してるのか、この短期間で、みたいな感じだった。個人的にはここから加速度的に面白くなっていった感じする。わかる。黒ちぎりを発動させたシーンから演出のレベルがぐんと上がった。それまでナルトのアクションシーンをリスペクトしてるんだろうなっていう迫力と動きがある絵だったけど、ここから漫画的なハったりが効いた演出をうまく織り交ぜられるようになった気がする。うおっ突然の画力上昇。ドーピングコンソメスープとかあやとかそれまでも面白い話はあったんだけど、目黒は電人春でこれは傑作になるって確信できた。当時パスワード当ててるやつがいてすげえと思ったな。呪術廻戦の幼魚と逆鉢。ここで少なやジュレイのあり方、作品のテーマとかが定まった感じがする。わかる。順平をあっさり殺したのなんかまさに。ここから筋肉で解決する展開に画力という確かな説得力を持たせるようになった気がする。アニメでもここのシーンめちゃくちゃ力入れてたし作品の転換点レベルだったんだなって感じた。ここリアルタイムで読んでて凄みを感じた。マッシュルの見開きとか坂本の観覧車なんかは、あれ、この漫画もしかしてすごいのではと一気に引き込まれたのを覚えてるな。トラウマイスター。打ち切りが決まったであろう以降、今までの作風をかなぐり捨て、作者の感情の全てを紙面に叩きつけたような終盤の展開は忘れられない。まさに覚醒。ちょっとした奇跡を見た。桜ローレルのエロ国戦。作者がおそらくレースやら何やら書き慣れてきたプラス説明やら目標設定やらの長い下ごしらえら終わって、
ようやく主人公の桜ローレルが前線に出始めたプラスそれに伴って新キャラもガンガン出るようになったプラスバズム系ロコス。呪力と打撃のタイミングが完全に合致することで発生する黒線のごとく奇跡的に諸々が重なった。メダカボックスだと西尾維新らしさが熊川登場でアクセル踏み込んだイメージ。熊川は連載1年間はマイルドにするっていう編集側との契約が切れて解禁されたキャラだから覚醒っていうより本来の姿出しただけって感じがする。やっぱりここでしょ。明確に流れ変わった。夜桜さんちの大作戦で。東京グール。もともとカタルシスの作り方はうまかったけどここで一気に引き込まれた。ボールパークで捕まえての後は、萌え漫画から笑いあり涙ありの人間ドラマに舵を切った感があった。ヴィランアカデミア。ここを境に話のキレ、キャラのしゃべるセリフ回し、画力のすべてが一段上に跳ね上がった。天子、信楽を通して人間の闇の底に触れることで全てが噛み合った感じ。ワンピだと個人的にはここ、人情とか人形要素の強い作品なのかって方向性が理解できた。ヒロアカだと個人的には体育祭かね。クラスメイトたちの掘り下げもされたけど何よりデクの光の狂気が明示されたのは大きかった。次がステイン戦だからブーストのかかりっぷりが分かりやすい。リアルタイムで読んでた時は掲載順が後ろの方だったから打ち切り決まっては月が壊れたのかと思ったな。なんだかよくわからんもんを初回から掴んでしまった感。それ1話じゃねえか。ただの陰陽師ものかと思ってた読者側が覚醒させられたってことか。ブリーフ抜きでよくよく見直すとめちゃくちゃ王道展開の大魔物の1話なんだが、それゆえにこの黄金の精神持った無能力一般人ブリーフは何なのってなる。ヌエの覚醒した瞬間なら2巻の白破線全般をしたい。なった。というか、これこういう方向性の大魔物なのね面白いってなったというか。もしかしてブリーフ一丁でシリアスをやる作品は名作という法則があるのでは。確かに河江先生の絵の作者世代のジャンプ直撃世代だけどさ。六辺の大地戦。それまで画力高いシュールギャグみたいな作風だったのにここでバチバチにかっこよくて熱い漫画になった。マテリアルパズルの祈祷ミカゼルイエスア略。火を回復能力に変換する魔法を相手にまとわせる。魔法を解除して敵を内部から焼き尽くす。再変換して敵の能力で枯れ果てた木を再生する。というギミックを生かしきった1ページ。それまでは下手だけどギャグが秀逸って立ち位置だった作者を、ギャグだけじゃなくてストーリーも面白いって思わせてくれた話だった。作者が書きたいものを書き切った上でそれが読者層の読みたいものと合致している奇跡のバランスの瞬間なのかな。私も何か例を挙げたかったんですがいざとなると具体的なのが思い浮かばない。こういう時にパッと動画に合うコメントくださる皆さんすごいなっていつも思ってます。本編も好きだけどスピンオフも好き。人に勧めたいスピンオフをまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。